リアルグレードをお手軽ディティールアップ。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。リアルグレード組んだことありますか？144分の1サイズにこれでもかと積み込まれたディティール、本当に素晴らしいですよね。でも素組みのまま終わっていませんか？もったいない。ちょこっと手を加えるだけで劇的にかっこよくなる可能性の獣なんです。今回はそんなリアルグレードをエアブラシや筆塗りを使わずに週末だけでかっこよく仕上げるお手軽ディティールアップ術を実演解説していきます。週末だけって奥さん、プラモデルは早く仕上げればいいっていうもんじゃないよって思う人いるかもしれないですけど、その通りです。ここでは用意や片付けに時間を取られずにお手軽にできますよっていう比喩表現だと思ってください。なんか簡単にできそう、私もやってみようかなって思わせるのがこの動画の目的だからです。ちょっと話が脱線しましたが、今回はリアルグレードをキット本来が持っているポテンシャルを 120% 引き出してあげる、そんな内容となっております。今回の動画の流れとしましては、部分塗装、墨入れ、デカール貼り、トップコート、このような工程で仕上げていきます。工程が多いように見えますけど、安心してください。一つ一つの工程はとてもやることは単純です。それぞれの工程をもっと深掘りして知りたいっていう方は、各工程について過去にも動画を上げておりますので、よかったらご覧ください。そして今回取り扱っていくキットはさっきから手に持っているこちら、リアルグレードのエールストライクガンダムをお手軽ディティールアップさせていきます。それでは行きましょう。はい、それではまずは部分塗装を行っていきましょう。すでにね、部分塗装を行いやすいように大部分のパーツをばらしてきました。しかしですね、こちらリアルグレードなので、基本的には大部分はパーツでの色分けがしっかりされています。足のパーツのここが、こっちがホワイト、こっちが若干グレーだったり、胸のパーツのこの赤色の部分も、ここが結構明るめの赤色で、こっちが暗めの赤色っていう風に、かなりしっかりパーツでの色分けがされています。で、どこを部分塗装するのっていう話ですが、こちらですね。リアルグレードなんで、このリアリスティックデカールっていうのが付属しているんですけど、こちらのメタリックのシールを貼る部分、これを部分塗装で仕上げていきます。シール使えばいいじゃない、なんで部分塗装するのっていう話ですが、まあもちろんね、このシール貼ってもいいんですが、ちょっとね、あまりにも輝きすぎているのと、貼った場所によってはシワになったりしちゃって、明らかにシール貼ってますよ感が出てしまうので、今回は部分塗装で仕上げていきます。試しにこちらのね、シールド裏の部分のこの辺のシールを貼るところ、これを部分塗装します。そして部分塗装に使うのがこちら、ガーレリのメタリック水性マーカーです。こちら10色入ってて、いろんなメタリック表現できますので非常に重宝してます。それではまずはこちらのフラッシーゴールド、明るめのゴールドですね。これを使って金色のシールを貼る部分を塗ってみましょう。まずペンをよく振りまして、適当なところで試し書きします。試し塗りですね。こんな感じの色で塗れます。はい、それでは塗ってみましょう。しまった。ちょっと塗料カスが乗ってしまいましたね。ちょっとピンセットで除去しておきます。まあちょっとリタッチはしないでおきましょうか。塗膜が厚くなりすぎちゃうかもしれないんで。それでは他の部分も塗っておきましょう。はい、塗ってみるとこんな感じ。めちゃめちゃはみ出してるし、モールドもちょっと埋まっちゃってますけど、乾くとね、モールド復活するんで、しばらく乾燥させて表面の状態確認してみましょう。はい、10分ぐらい放置させて乾燥させました。塗装の具合はこんな感じ。めちゃめちゃ綺麗に塗れてますよね。本当にこのね、ガーレリの水性メタリックマーカー、かなり発色良くて、それでいてムラも全然ないんでね、めちゃめちゃおすすめです。そしてね、こういうはみ出した箇所は、この爪楊枝の腹を使ってこそぎ取るようにして、こうすると
はい、このようにはみ出し箇所簡単に除去することができます。一応こういうね、ガーレリのイレイザーマーカー、要は消しペンですね。そういうのもあるんですけど、まあ別に無理に使わなくても、今のね、爪楊枝1本で取っちゃえばいいんじゃないかなと思います。ちょっと消しペンでもやってみましょうか。ただあんまりこれ使ったことないんで、ちょっとドバッと出たら怖いな。結構ドバッと出るな。なので細かいはみ出し箇所を除去するときは消しペンじゃなくてね、こうやって爪楊枝でこそぎ取ってやるのが早くて綺麗に仕上がるかなと思います。それでは他のはみ出し箇所も除去しておきます。はい、他の箇所も金色に塗ってはみ出し箇所も除去してきました。どうでしょう、まるでエアブラシで部分塗装したぐらいムラなく塗れました。これはすごい。はい、ってことでこの辺の3色の色を使ってシールド裏いろいろ塗ってみました。どうでしょう、ちょっとやかましいような気もしますが、なんか塗るのが楽しくなっちゃってね、いろいろ塗ってしまいました。そしてはみ出し箇所の除去なんですけど、最初ね、こう爪楊枝の腹でやるといいよって言ったんですけど、ちょっとそれだとね、細かい部分難しかったので、このように爪楊枝の先端をちょっと切ってやって、この平らになった先端部分ではみ出し箇所だけをピンポイントでやるっていう風にやると結構綺麗にできましたね。そしてね、この爪楊枝でこそぎ取ってもなかなか落ちない場合もあります。そんな時にはこのイレイザーマーカー、消しペンを使うか、あとはどこのご家庭にもあるプラモ道具、マジックリンを使えば簡単に綺麗に落とすことができます。という感じで他のパーツも部分塗装していきましょう。続いてこちらの腕のパーツ。ここは銅のシールとゴールドのシール、貼る箇所がありますので、こちらのゴールドと銅色を使って塗っておきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。シールを貼るとね、こういうディティール部分が浮いてしまうので、ちょっと違和感があったりするんですけど、こうやってね、部分塗装をするんだったらディティールも活かすことができますので、より自然な感じに仕上げることができます。続いて脚部。脚部はこういう丸いディティールのところにシルバーのホイールシール貼るようになってますんで、こういう箇所を部分塗装でシルバーに塗っておきましょう。はい、塗ってみるとこんな感じ。一見あまり変化がないような感じですけど、ここですね、ホイールシールを貼る部分を塗ったのと、ここのマイナスネジみたいなモールド、あとはこういう腕と同じように内部フレームの内側を銅色に塗ったのと、あとはホイールシールで色分けしている丸モールドですね。そのあたりをシルバーで塗っておきました。パッと見ではわからないけど、よく見たらわかるっていうディティール。そして地味だけど肩のパーツ。これはこんな感じで、本来ここだけホイールシールを貼るっていう感じだったんですけど、この辺にもね、丸モールドがあったのでシルバーに塗っておきました。はい、そしてエールストライカー。一番ホイールシールが使われている部位でしたね。そしてここもね、シルバー。実際にはシルバーじゃなくてアルミニウムっていう名前のメタリックマーカーなんですけど、ここのこの字型のところと、こことこの辺のディティールですね。ただしエールストライカー正面からあんまり見えないので、実際に目立つのはこの辺りのシルバーですかね。ただやっぱりシルバーで塗るとね、光が当たった時にキラッと反射するので、ちょっとオシャンティーな感じというか、キラリズムがかっこいいですね。そして最後、頭部のこの頬の部分、ここをシルバーに塗ったら部分塗装は完成なんですけど、忘れておりました。先にここのカメラアイの部分、ここを仕上げておきましょう。まずは作業しやすいように分解しまして、こういう時にパーツオープナーあると便利です。はい、無事カメラアイの摘出に成功しました。それと先にですね、こちらマスクなんですけど、ここにスリットが開いてて、本当はね、ちょっとここパキッと黒く見えた方がかっこいいと思うんですけど、裏が赤いパーツなのでよく見ると赤色に見えてしまいます。なので、こちらのマスク裏の部分を黒色で塗りつぶしておきます。そして黒く塗るやつはマッキーでも何でもいいんですけど、いつも使ってるマッキーがね、ちょっと手元になかったんで、こちらの墨入れするガンダムマーカー、この先がめっちゃ細いやつですね。
これでもう塗っちゃいます。はい、真っ黒に塗ってみました。この状態でマスクをかぶせてみると、はい、こんな感じで奥がブラックになっているので、パキッとね、引き締まった感じになりました。そしてこちらカメラアイの部分。ここはね、シールを貼れるんだったらシール貼っちゃえばいいと思うんですけど、このカメラアイって絶妙に段差になってて、シールを貼るとね、シワになっちゃうことがあるんですよ。そうなってしまうとちょっとかっこ悪いので、私がよくやるやり方お教えします。まずはこちらのカメラアイのパーツ、黒く塗りつぶします。これちょっと墨入れペンだとやりにくいので、マッキーがあるんだったらマッキーを使った方がやりやすいです。はい、真っ黒に塗りました。続いてこちらのカメラアイのゴールドの部分、これだけをカッターで切り出してそれを貼ります。このまま貼るとちょっとこうシワになったり変に段差ができてしまうことがあるんですけど、それを防ぐことができますって思ったんですが、こちらにゴールドの部分だけのシールが別途でありました。なので今回はこちらの7番と8番をそれぞれ貼っていきます。これがない場合はこちらを切り取って使う、そんな感じです。本当はカメラに見せながら貼るシーンを撮影したいんですけど、ちょっと手元で作業したいのでカメラ外でやってきます。はい、まずは片方だけ貼ってみるとこんな感じ。なかなか綺麗に貼れましたね。この時のコツなんですけど、この形状に沿ってね、ぴったり貼るのが一番いいんですけど、ちょっと意識してるのは、目尻の方がちょっとこう上がっている感じ。極端に言えば、釣り目みたいな感じですね。そういう感じを若干意識して貼ると、キリッとしたお目目になってかっこいいです。あとはバランスを見ながら左右対称に曲がることがないように貼っていきましょう。はい、反対側も貼ってきました。いい感じに貼れてそうですね。これでいきましょう。あとはちょっと頭部を組み立てる前に、ここのね、頬のバルカンの部分もちょっとシルバーで塗っちゃいましょう。この辺はお好みです。はい、こんな感じで。はい、そして頭部パーツ、戻しまして、こちらをシルバーに塗ったら、部分塗装完了です。やっぱこういうバルカンをちょい塗りするのいいアクセントになりますね。そしてもちろんこういうホイールシール貼るんでもいいんですけど、ぜひ皆さんにもね、このメタリックマーカーの部分塗装を試してもらいたいです。筆塗りとかだと塗料瓶開けて、塗料瓶から筆で塗料を少し取ってちょんちょんちょんって塗って、で筆がね乾かないように注意したり、筆を洗浄したりっていう感じでちょっと面倒くさかったりするんですけど、こちらのメタリックマーカーだったらキャップを開けて塗るだけ、そしてキャップ閉めて終了、以上。めちゃめちゃお手軽なんですよね。こちらのガーレリのペンは過去に案件でもらったやつではあるんですけど、案件関係なく普通にがっつりメイン塗装道具として使ってますからね。とてもいいですよこれ。よかったら下の概要欄に商品リンク貼ってありますのでチェックしてみてください。ということで次の工程に参りましょう。続きまして墨入れを行っていきます。ご存知の通り墨入れっていうのはこういう溝ディティールなんかを黒く塗ってそれを際立たせることですね。そして墨入れを行うとき、普段私はこういったね、エナメル塗料の墨入れ塗料を使うことが多いんですけど、塗装してないプラスチックにね、これを使うと、プラスチックが割れてしまうことがあるんですよ。私も実際過去に割ったことがありまして、こちらリアルグレードのガンダムなんですけど、ここですね。本来ならばこのような四角いディティールがあるんですけど、ここにエナメルの墨入れ塗料をビシャビシャにつけたところですね、ポロッとプラスチックが砕けてしまって、このようにね、パーツがえぐれているような感じになってしまいました。一応ね、ビシャビシャにならないように気をつけて使ったり、なるべく細かく分解してね、パーツに応力がかかってない状態で使えば、よっぽど割れることないんですが、今回は大事をとってこちらは使わずに、こちらの流し込み墨入れペンや墨入れペンの極細のものを使ってやっていきましょう。そして墨入れペンの色なんですけど、
白色のパーツにはこちらのグレーの墨入れ塗料、そして赤とか青とかそれ以外のパーツにはこちらのブラックを使ってやっていきます。それでは代表してこちらの足のパーツ墨入れしていきましょう。一見するとね、のっぺりしているように見えるんですが、近くで見てみるとかなり細かいディティールがね、至るところに入っているんですよ。これがやっぱりリアルグレードの良さですよね。そしてこういう細かい溝が入ったディティールに進化を発揮するのがこちらの流し込みタイプの墨入れペンですね。こちらキャップを開けると先端が、よくあるペンのようになっておりますが、ペン先をディティールに当ててみると、このように毛細管現象で塗料がスーッと入っていくんですね。とても気持ちいい。そしてこの調子でちょんちょんちょんと墨入れをしてやると、はい、このようにかっこいいディティールが浮かび上がってきました。そしてね、こうやってはみ出した箇所は10分ぐらい乾燥させた後に、こちら消しペンを使えば綺麗に取ることができます。消しペン使うのめんどくせーって人は、指でね、こうやってこすってやれば、はい、この通り一応綺麗にはなるんですけど、もちろんね、指が汚れてしまって、その汚れた指でいろんなとこ触ってしまうと、またさらにいろんなとこ汚れてしまうので、こちらの消しペンをね、使うことをお勧めします。使い方は簡単。はみ出した箇所に消しペンのペン先を当てて、先端に塗料を吸わせていくような感じですね。今説明しながらもスーッとはみ出した箇所が消えてしまいましたね。下のはみ出したところも、はい、こんな感じ。ただ今みたいにね、ちょっとミスると墨入れした箇所も拭き取ってしまいますので、注意が必要です。ちょっともう一回やり直しておきましょう。はい、墨入れして拭き取りまでするとこんな感じ。反対側の足に比べてね、何枚かのパネルからこう装甲が作られてる感じがして、情報量が追加されました。そんな感じで他の箇所も流し込み墨入れペンで墨入れしていきましょう。あとはこういうディティールなんかも、こういう台形モールドなんかも流し込み墨入れペンで墨入れしやすいですね。そしてはみ出した箇所の拭き取りですが、さっきね、直接消しペンやったんですけど、液が出すぎてしまって、せっかく墨入れしたところも塗料を拭き取ってしまうことがありますので、途中からこのように綿棒に消しペンを含ませてはみ出し箇所を拭き取っていくと簡単に綺麗にね、拭き取っていけることを発見しました。発見ってほどのものではないですけど、こうやってやるとね、作業しやすかったです。そしてこういう溝が浅いところ、毛細管現象が使いにくそうなところはですね、こちら、墨入れ用グレー。極細の油性ペンですね。これを使ってパーツの谷になっているところを塗っていきます。ここも塗っちゃいましょうか。ただこれだけだとあまりにも油性ペンで塗りましたよっていう感じなので、これをちょっと指で拭き取っちゃいます。この時ばかりは消しペンよりも指の方がいいかもしれないです。消しペンだと本当に必要なところも塗料を吸い取っちゃいますので、溝が浅いところはやむを得ず指。はい。するとこのような感じでいい感じに無駄な塗料が取れて、ちょうどよく影が落ちた感じに仕上がるんですね。そんな感じでこちらの2種類のペンを使い分けつつ、他のところも仕上げていきましょう。はい。全体的に墨入れをしてきました。どうですか？このかっこいいボディ。ボディじゃなくてレッグなんですけど、墨入れしてない墨入れしてない脚部と比べるとこんな感じ。だいぶ印象変わって見えますよね。これが本来のリアルグレードの姿です。途中でね、この極細のグレーのマーカー使ったりもしたんですけど、ほとんど全てこの流し込み墨入れペンでできましたね。それでは他のパーツたちも同じようにして墨入れ行っていきましょう。
はい。なんやかんやなんだかんだで墨入れ完了です。やっぱりリアルグレードはね、新規に筋彫りをしなくても元からあるディティールに墨入れするだけでだいぶ情報量が増えて楽しいですね。このシールド裏なんかもめちゃめちゃディティールが入ってたんで墨入れしまくりました。なんか表面よりも裏面の方が気合入ってる感じになってしまいましたけど、こういうあんまり見えないところに手を加える、なんかこう自分だけが知ってる努力みたいな感じのやついいですよね。これだけでもね、十分にかっこいいんですけど、最後のディティールアップ工程に参りましょう。はい、工程もいよいよ大詰め。デカール、マーキングシールを貼っていきます。リアルグレードといえばやっぱりこのディティールアップのシールですよね。水転写デカールの方がね、厚みが薄いんでシール貼ったよっていうのが目立ちにくいんですけど、このマーキングシールもシール貼った後にトップコートすれば結構目立たなくなるんで割と悪くないですよ。そしてこちら水転写デカールと違ってただのシールなのでペロッとめくって貼るだけなんですけど、ちょっとテクニックがあります。それはこちらのシールを水に浸してから貼るっていうことです。水転写デカールじゃないのになんで水に浸すんだって思うと思うんですけど、このリアリスティックデカールってめちゃめちゃ粘着力が強くて、一回ペタッと貼るとなかなか剥がれないんですよ。しかも絶妙に静電気を帯びてたりして、そーっと貼ろうとしても静電気でピタッとくっついて、それを引き剥がそうとしてシールが丸まってしまったりダメになっちゃうっていうことがありますので、一回水に浸してちょっと粘着を落とした状態でマーキングシールを貼ると、そうすることによってね、一瞬でペタッとくっつかずにちょっとパーツの上で動かす猶予が生まれるんですよね。なのでパーツ上でシールをこう狙いを定めてちょんと置く。位置が決まったら綿棒で水を押し出すような感じで拭き取ってやると。そうすることによって空気も入りにくくて、何より綺麗に位置調整して貼ることができます。ちょっとシールの下側がはみ出しているのでカッターで切っておきましょう。切れましたね。そんな感じで他のシールたちも水にジャボッとつけてからマーキングシールを貼っていきます。これならね、1枚しかないシールも少し安心して貼ることができますね。ちなみにこの水を入れるのに使っているのはハリオというメーカーの 20ml のビーカーです。うちの数少ない研究所要素ですね。そんな感じでどんどん貼っていきます。そしてこんな感じでメタリックシールとマーキングシールが一緒になっているやつはメタリック部分をカッターで切ってやってマーキングシールの部分だけ貼っていきます。こんな感じですね。そしてこういうね、ちょっとカッター使い時にこういうちっちゃいカッターマットあると便利なので、ぜひ皆さんも一つ持っておきましょう。ここにね、カッターマットあるじゃないかっていう話ですけど、私にとってはこれ机の一部なんで、なのでカッターマットを傷つけないためにカッターマットを使っております。はい、こんな感じで綺麗に貼れました。ただリアルグレードあるあるで、ちゃんとシールの端をね、ビタビタにこっち側合わせても若干こっちね、こっち側が出てしまうっていうのが結構あります。なのでね、寛大な心でここは切除しておきましょう。さあ、あとはシールをひたすら貼っていくだけなので、全部貼り終わるまでカット。はい、というわけで全てのリアリスティックデカールマーキングシール貼りがついに終わりました。実際にはちょっと余りがあるんで全てではないですけど、ご覧ください。この圧倒的な情報量、めちゃめちゃかっこよくなりました。ですが引き換えに私のライフはもうゼロです。それでは最後、こちらにトップコートを吹いていきましょうと言いたいところなんですが、こちらのリアルグレードのエールストライクガンダム、ところどころパーツがこのように緩かったり、あと今は分解しているからいいですけど、上半身が結構重い割にボールジョイントのこれだけで支える必要があってですね、飾ってると自然にこう空を向いていってしまうんですよ。
なのでこういった関節の部分をちょっと強化していきましょうか。使用ツールはこちら。ジョイントストレングスニングペン。要は関節強化ペンです。まずこちらパーツを分解しまして、こちらのボール部分に関節強化ペンで塗ります。するとこういうね、白い液体が出てくるんで、ボール全体に塗布していきましょう。そして乾燥するまでしばらく放置させます。はい、乾燥させるとこんな感じ、無色透明になります。そして触ってみるとですね、ちょっとこうゴムっぽいというか抵抗を感じますね。なんか滑り止めみたいな感じになって、それで関節に渋みが生まれるっていうわけですね。それでは再度パーツを戻しまして、パーツを閉じますと、はい、この通りね、決まった位置でパーツがしっかり固定されるようになりました。ただ若干まだ緩いですね。もともと結構ここ空間があったので、セロテープとかをね、ボールジョイントにくちゃくちゃって巻きつけて渋みを持たせるっていうやり方の方がここはいいかもしれないですね。関節強化ペンじゃ難しい感じでした。シールを切って適当にボールジョイント部分に巻きつけます。はい、もうほんと適当です。こんなもんで。そしてパーツを戻します。パーツを再度閉じ込んだら、今度はどうでしょう。かなりいい感じの渋みが生まれましたね。もう全然ね、振ってもプラプラしません。とりあえずあるもので何とかするってね、昔恩師から教えられました。あとはこちらの首のボールジョイントですね。ここがですね、めちゃめちゃ緩いんですよ。もうマギー・シンジのマジックぐらいめっちゃ回ります。あれ、ナポレオンズだったかもしれません。それはさておき、こちらも関節強化ペンで渋みを持たせていきましょう。はい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 。この通り簡単に回らなくなりました。良さそうですね。そして腰のボールジョイントも関節強化ペン塗っておきました。この後にトップコートするんでね、ここの取り付けは後で行っていきましょう。ということで一旦番外編の工程が挟まりましたが、次の工程に参りましょう。はい、それでは最後の工程、トップコートをやっていきましょう。本当は今回ね、お手軽感を意識してるんで、外にね、段ボール置いてトップコート拭こうかなって思ったんですけど、ちょっと外があまりにも暑くてですね、過去にこうやってやってるよっていう映像を今差し込んでおきますので、外でやる場合はこういう感じで段ボールを置いてやってください。はい、こちらの映像に戻りまして、トップコートしていくわけなんですけど、トップコートといえばね、光沢、半光沢、艶消しとあるんですが、今回は半光沢で仕上げていきます。表面がしっとりしつつも、光が当たった時に適度に反射してくれて、結構ね、高級感ある仕上がりになるんで、私半光沢結構好きです。ちなみに今回使うのは缶スプレータイプの水性プレミアムトップコート半光沢ですね。こちらを使っていきます。そして缶スプレー混ぜるときは中に攪拌ボール入ってますんで、こうやってね、縦で振るのはもちろん、缶の底の方で攪拌ボールをこうくるくる回すようにして混ぜるっていうのもやっておいてください。そしてトップコートですが、2回に分けて塗ります。1回目はまず薄くさっと塗って、2回目でさらに塗り重ねて表面を整えるといった感じです。なんでそうするかというと、1回目でトップコート厚塗りしてしまうと、墨入れしたガンダムマーカーが溶け出して流れてしまうことがあるんですよね。なので1層目は薄く塗って、墨入れにちょっと保護コートをするようなイメージで塗っていきます。それと缶スプレー使う場合、缶スプレーじゃなくてこういうエアブラシ使う時ももちろんなんですけど、ちゃんとこういうね、防塵マスクっていうんですかね、塗料ミストとかを吸わないようにちゃんとこういうのをつけて行うようにしてください。はい、それではやっていきます。それとですね、ちょっと喋るときはマスク外します。あとそれとですね、缶スプレー使うときは特に吹き始めっていうのは塗料がドバッと出てくるんで、吹き始めは当てないように
ミストを通過させるような、そんな感じで塗ると綺麗に塗れます。一旦こいつは乾かして次の部位をやっていきます。はい、30分ぐらい放置させて乾燥させまして、表面が濡れてる感じがなくなりましたので、再度トップコートを吹き付けていきます。ただこの時もビチャビチャにしすぎないようには注意してください。あんまり塗りすぎると墨入れが溶けてしまうかもしれないんでね。それとですね、足とか腕とかこういう関節の中の部分ですね、こういう部分も後でトップコートしておきます。はい、トップコートやりまして2時間ぐらい放置させて乾燥させました。やっぱりトップコートしてやるとシール表面の質感とプラスチック表面の質感が同じになるので、シールを貼ってる予感がなくなってよりリアルな質感になります。ちょっと缶スプレー使うのにね、抵抗ある方いるかもしれないですけど、塗装ブースがなくても段ボールで囲いを作れば全然できますし、あとはスプレーを塗布する際、缶スプレーを常に動かすように意識して塗ってやれば、厚塗りしすぎるっていうのも防ぐことができますので、何事もまずはやってみましょう。私もそんな感じでとりあえずやってみるかって YouTube 始めてしまったんでね。それでは最後、組み立てを行っていきましょう。はい、それっぽく机の上に並べてみました。合体させていきましょう。まずは腕を取り付けまして、肩幅をつけます。そして腰部に脚部を取り付けて、上半身と下半身をドカチーン。そして頭部を取り付けて、エールストライカーとビームライフル、シールドを持たせたら、リアルグレードエールストライクガンダムお手軽ディティールアップの完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。ディティールアップ前の素組み状態と並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。左の元々の状態もね、十分かっこいいんですけど、リアルグレードの醍醐味である細やかなディティールがよく見えません。しかし右のアフターの方では墨入れでそれを引き出してやることによってよりメカメカしい感じになりました。またマーキングシールもね、貼らないままでいる人多いと思うんですけど、ぜひ一度貼ってみてください。貼るのはね、かなり神経使うんでどっと疲れてはしまうんですけど、シールを貼る部分ってパーツのエッジだったりパーツの境界ですね、そういう部分に貼ることが多いので、エッジ部分が強調されて全体のシルエットが引き締まるように見える効果もあります。あとは水転写デカールよりはシールの厚みは若干あるんですけど、十分このマーキングシールも薄いので、トップコートしてやることによってもうほとんど段差は目立たなくなります。あとやっぱり今回の MVP はこちら、ガーレリのメタリックマーカーですね。キャップを開けたらすぐ使えますし、筆ムラ、ペンムラみたいなものもほとんど目立ちませんし、発色もめちゃめちゃいいです。こういう丸ディティールなんかも塗りましたね。Amazon で購入できるんですけど、月に1回ぐらいのペースで割引セールやってるのと、別途でクーポンコードも下に記載しております。その他動画内で使っている道具たちは下の概要欄に記載しておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。プラモデル塗装をやってる人からすると結構当たり前のようなことをただつらつらとやってただけなんですけど、プラモデルを塗装する人は全体の2割ぐらいらしくて、8割ぐらいの人は塗装を行わずに素組みだけをするらしいんですよ。あ、これジェミニが言ってた情報です。
なので今回はそんな素組みで終わらせている人に、その先にもまだ楽しいことがあるよ、しかも結構お手軽にできちゃうんだぜっていうのをね、動画で見せたかったんです。やっぱ断片的に画像で見るのと動画で見るとのではちょっとイメージ感が違ってきますからね。しかも今回題材に選んだこのリアルグレードっていうのはね、適度に墨入れをしたくなるような溝が入っていたり、ディティールアップ用のシールもたくさん入っておりますので、組み立てた後もお手軽に色々楽しみやすいキットなんですよ。作業手順に関しては今回のような順番でやれば OK なので、ぜひ皆さんも真似してやってみてください。ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。